こんにちは。今回は備蓄は辛くないということについてお伝えしたいと思います。ようやく地上波でも値上げ、食料不足などの報道が始まり、心がざわざわする人も多いかもしれません。そしていくら買いだめをしても足りないような気がして、毎日不安で満たされない感覚になる人も多いかもしれません。でも備蓄は不安だからするのでありません。備蓄してなりたい自分になるということについてお話ししていきたいと思います。目の前のことや見聞きしたニュースに振り回されない。6月に入り、地上波ではあちこちのスーパーでこれから値上げという報道が流れ、お客さんが不安な口調でカップ麺をまとめ買いしに来たとインタビューに答えている映像が繰り返し流れているようです。テレビを見ていないのでよくわかりませんが、今回値上げ対象として大きく取り上げられているインスタントラーメンやレトルト食品というのは、本当にお腹が空いた時にとてもありがたいですし、実は私の好物の一つなのですが、日頃から山のように買っておくものではないと考えています。そもそも長く保管できそうな見た目に反し、賞味期限はあまり長くありません。ですので売り場から安いカップ麺がなくなりそうだからと、焦りや不安だけで買いに押しかけるというのもいかがなものかと思います。不安だから、みんな買ってるから、普段食べない、使わないけど買いに行くという心理は、地上波テレビを見ている大方の人が持つものらしく、それこそあと少ししたらトイレットペーパーやティッシュペーパーがなくなりそうだからといって長蛇の列ができている映像が流れてくる可能性もあります。今目の前に起きていることだけにフォーカスしすぎない。でもよく考えてみてください。なくなりそうだと報道されているそのアイテムは本当に自分が必要なものでしょうか。日頃から本当に自分が使おうと思っているもの以外は、みんなが買っているからといって慌てて買わなくてもいいかもしれません。何回もこのチャンネルでお伝えしていますが、自分が本当に必要なものとは何かきっちり把握していたら、慌てて並ぶ必要はありません。またことが起こった時に自分がどう行動するかということを頭の中でシミュレーションしていれば、パニックに飲まれることもありません。備蓄は物資だけではない。備蓄は不安からするものではなく、なりたい自分になるために整えるものです。例えば何か災害やことが起きたとしても、蓄えておいたもので普段通りの自分でいられるように整えることが備えだと私は思っています。未来のために今を犠牲にすることもないし、現在と未来を両立てして設計し備えをしていくことが大切です。これは難しいことではなく、平常時と非常時を切り離して考えずに延長線上で考えていけば、自然と設計図は出来上がってきます。精神面の備え、備蓄というものは物資を溜め込むだけではなく、精神面に関しても言えます。知識や知恵を備蓄するのです。例えばいつも使っている調理器具が水が止まったり電気が止まったりして使えなかった場合、どのように不安なく調理するのか。普段食べているものは売り切れてしまい、入荷予定も立たなくなったというお知らせがあったとして、それがないと本当に飢えて死んでしまうのか。今のうちに心に尋ねてみてください。いつもこれが買えなくなったら、使えなくなったらと想定して代わりのもので実験することを習慣にしていれば、電気が使えなくても美味しい料理が作れるかもしれませんし、そんなにきっちり食べなくてもお腹が空かないかもしれません。シャンプーがなくても髪の毛を洗えるかもしれませんし、洗剤がなくても洗濯ができるかもしれません。これは非常時に急にできるものでありません。思いついたら実験することが大切です。これをこうしたら非常時でも使えるのではないかと実験し、結果を経験として脳内に備蓄していくことが未来の自分を助けますし、何より実験するときにワクワクして楽しいものです。収入口も備えておく。そして今の仕事がなくなってしまった場合、どこから収入を得て生活をするのか。お仕事についても備えをすることは今重要だと思います。勤めている会社の経営が苦しくなって畳むことになると予告されていればいいのですが、ある日突然明日から勤め先がないということもこれからは起こりうると思います。仕事がなくなった場合にも
他の収入口があるからまあいいやと言えるように、今から副業をコツコツとして柱を太くしていき、収入口の備蓄をするということも重要な考え方です。ピンとこない人とは距離を置くチャンス。逆に、食料、物資不足など起こるはずがないと、鼻から否定し、備蓄に励む人を軽くあしらうという図も、多く見聞きします。こういう人たちがそばにいると、備えている自分がバカなのか、と思えてしまい、なんだか苦しくなってしまいますね。でも、変な目で見られようが、そういった人と無理に合わせる必要はなく、むしろ、合わない人とは勝手に縁が切れていく良い機会かもしれません。もともと無理して合わせていたのであれば、合わなかったことを確認できる機会を世の中が与えてくれた、と考えることができます。これをきっかけに縁を薄くして、やがて自然に切るチャンスです。普段から備えない人たちは、本当に品薄状態がひどくなり、スーパーに行っても何も買えなかった場合、こちらが備蓄していると知ってしまうと、くれくれさんに表変する場合も多く、変につながっているとデメリットになり得ます。なので、必要以上に備蓄を進めたり、していることをアピールするのではなく、あまり連絡を取らないようにするなど、自己防衛としての縁切りチャンスと捉え、傍らで自分の備蓄は淡々と準備していきましょう。自分と違うことをしている他人にイラッとしていることは、引きずられているという証拠です。自分は自分、とバリアを張り、やるべきことをやっていきましょう。自分が描いた未来を作るチャンス。備蓄は、今を犠牲にした、辛く苦しいものではなく、未来にこうありたいと書いた自分になるためにするものです。備蓄、備えをすることでなれる自分とはどんなものでしょうか。おそらく、買いためた者たちに助けられ、どん底に落ちることなく、備えを頑張った過去の自分を褒めながら、安心安全、そこそこ快適に暮らせているという図ではないでしょうか。精神状態を保つために一番有効なことは、思い込みを捨てることです。過去に縛られる必要はありません。備えをすることは、人間関係をはじめとした、過去のしがらみから解き放たれ、柔軟に生きることができるきっかけにもなります。ひょっとしたら、苦しい仕事をしてようやく生活が成り立っていた今までから、脱却するチャンスが舞い降りてきたのかもしれませんし、仕事や人間関係のストレスから暴飲暴食をして、なんとなく体が不調だった自分から卒業するチャンスかもしれません。ニュートラルな自分でいられるようにする。今後私が大切だと考えることは、地上波ニュースを見て、あの国の人はかわいそう、自分がやっていることが不安だ、と感情で振り回されることなく、自分の考えをしっかり持って、ニュートラル、中立でいることです。他の動画でも言いましたが、ニュートラルでいるということは、自分のしっかりした考えが必要で体力もいります。いよいよ大変な現実が目の前に突きつけられた時、急に自分の考えを持って中立になろうと思っても、すぐにはできないものです。ですので、自分の考え方をしっかり持って、ニュートラルでいることを習慣づけ、備えておくことも必要になってきます。一旦ニュートラルであることを心がけることが習慣になると、それが当たり前になって、いちいち思い直すことも不要になりますので、振り回されることなく精神安定して、自分のやるべきことに集中することができます。苦しいと思って備蓄すると、苦しい自分が実現してしまいます。そうではなくて、仕事が楽しくできて、体にいいものを食べ、健康的な節約ライフが楽しめると思って備えていくと、旅行や遠足に行く前日のように、楽しんで用意ができるのではないでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。